今日はですね、ネット上でかなり話題になってるということで、デフテックのマイクル君、ゆうきくんですね、乾燥大麻を所持していた容疑でですね、鳥にやられてしまいましたと。逮捕されちゃってる状態でございます。2月8日にですね、武道館でのデフテック結成20周年ライブを予定されてたということで、この直前での取り締まり逮捕になってしまいましたが、おそらく、鳥はそれはもちろん知ってたと思いますし、逆に、油断してたのかもしれません。いいタイミングという風に判断したんでしょうね、多分ね。いやーでもほんと大麻を日本でやって捕まるとかマジでコスパ合わないよね。大学生とかがさ、名もなき大学生とかがやるんだったらあれだけど、有名人でね、やったら、それは社会的制裁受けまくる、ほんとコスパ悪いよね。なんでわざわざ日本でやるのかな、もう意味わかんないよね。っていうのは俺はほんといつも思う、それは。でも、外国人の人とか、匂いがするもんでなんか変だね。だから、しかもなんか外国人の人とか、日本に持ち込んでたりとかするみたいなんだよね。いや、大丈夫でしょ、ウィードぐらいみたいな感じの人が多い。外国人の人はね。実際アメリカとか、そんなん自己責任でしょみたいな感じだもんね。だから、合法になってる国もね、多いし、そういうことで、覚醒剤とかね、コケインとか、なんかその辺はあれだけど、大麻、ウィードとかに関して言うと、結構、どこの国も割と寛容なイメージあります。もちろん中国とかシンガポールとは厳しいですけど。ということで、だから僕、仲いいんですよ。だから、実は別本線ぶっかけフェスっていう、別府で毎年やってるフェスの作詞作曲頼んだりとかして、彼は忙しくて、スケジュール合わなくて、別府温泉のフェス自体には参加したことないんですけど、今年は行けるかもなんてね、話をしてた矢先だったんで、すごい残念ですよね。なかなか表に出づらくなってしまうのかな。僕だから彼のそういう関係もあって、実は多分20周年に合わせてだったと思うんですけど、本を彼は作ってて、で、それの帯も僕書くことになってて、というか書いたんですけど、それが出版されるのかな。今日ちょうど帯の確認みたいなのを来てて、逮捕されてるよ、つって。うちの担当は、みたいな感じだったんで、僕はニュースを教えてあげたんですけど。ということでね、武道館1万人クラスの集客、結構彼クラスのアーティストからすると、この物販とか売り上げにために用意したお金の損害とかって何千万クラスで済むのかな。そっちの方が心配。お金大丈夫？破産するレベルだと思いますよ。とはいえね、マイウェイとかね、キャッチザウェブとか僕も大好きだったし、曲には罪ないと思うんで、多分 Spotify とか Apple Music から削除されるようなことはないと思いますけど、その印税はね、入ってくるとは思うんですけど、今回の件で話題になってみんな歌うかもしれないし、っていうのは結構あるんですよ、実際。アスカさんの時とかね、チャゲアスめっちゃ歌われてたしね。本当マジで彼支えてあげないとやばいぐらい、それももちろん自業自得だからしゃあないけどさ、いい大人がさ、45歳でさ、大麻で捕まってさ、これ初犯なんで、自白して、ごめんなさいして、入手ルートとか、全部ゲロって、身元引受人家族とかね、いれば、交流されない可能性もある。2日とかでもう出てくる可能性もある。留置場で過ごして出てくる場合も、弁護士とかちゃんと強力にやってくれればある。もうそこで略式命令受けて、罰金払って終わり、みたいなケースもある。多分初犯なんで、のケースは10日間の交流ですね。その間ごめんなさいして、入手経路喋って、すいませんでしたやって、略式命令受けて、釈放が、だから2月8日には間に合わないね。さすがに、この状況で、ファンの人たちは、ああいう感じの人たちなんで、あるよね、ぐらいな感じで、そんなに。だから多分本人も、その外人とかとね、サーファーだし、交流して、普通に海外とかでは吸ってんのかもしんないけど、だから、あんまり罪の意識ないんだと思うけど、本当日本は厳しいんで、ちゃんとごめんなさいして社会復帰してください。いい曲多いんで、楽曲には僕は罪がないと思いますんで、本当に。こんなことでね、潰れてしまっては本当にもったいないですよ。才能素晴らしいし。ということで、しっかり反省して、しっかり戻ってきてください。待ってます。いってらっしゃい。